そろそろでしょうか。こうして開演を待つ時間も楽しいものですね。では行ってまいります。帰宅の際には連絡を入れますので。あら、トレーナーさん、ごきげんよう。偶然ですね。はい、劇場で感激は、実は主催者様にペアチケットでご招待をいただきまして、当初は姉と来る予定だったのですが、あいにくレースの出走が重なってしまい、突然のお誘いになりますけれど、よろしければご一緒にいかがですか？トレーナーさんとご一緒できて嬉しく思います。とても人気のある作品でずっと見たいと考えておりましたから。仲良しの騎士2人が有名になるために五条へ幽霊退治に行くという、いわゆる喜劇です。古典をベースにしておりますが、現代劇としても見応えがあるそうで。始まりますね。見ろ、友よ。あれこそ白母にしか現れぬという呪いの城だ。なんという異様であろう。だが忌まわしき悪霊など恐れはしない。ああ神よ、この討伐を見届けたまえ。今こそ我らが英雄と世に知らしめる時。今のお前か。おい、目をするな。この評判通りの演目でしたね。物音に驚いて飛び跳ねたお二人が本当に可愛らしくて、ただ最後まで幽霊に会えなかったのは残念でした。私なら諦めきれずにまたお城へ伺ってしまうかもしれません。紅茶を手に語り合いたいほどに、きっと長い時間お城の歴史を見つめていらした方ですし、お話しできれば忘れ去られてしまった誰かの輝きをほんの刹那でも蘇らせることができますでしょう。まあ心地いい風ですね。トレーナーさん、よろしければ少し歩きませんか？夕暮れがとても綺麗で、なんだかそうなったらとても素敵ですよね。子供の頃はよくその日に見た劇の登場人物に自分がなったらという想像をしておりました。男の子になったり、おばあさんになったり、元気に冒険したり、時には悪いことをして怒られてしまったり、誰しも一度きりのはずの人生を想像の中でだけ入れ替わってみる、内緒の遊びのようでとても楽しく思えて。どうでしょう、もしかしたら自分を退治しに来た騎士様を興味津々に観察している幽霊かもしれませんよ。そうですね、騎士様が気づいてくださるなら、幽霊はきっと騎士様とお話ししたいと考えるかと。私が幽霊でしたら騎士様がどんな方なのか知りたいと思いますもの。例えば騎士様はご幼少のみぎりどのように過ごしていらしたのでしょう。まあそんなことが子供の頃のトレーナーさんは
きっと可愛らしくていらしたのでしょうね。なんだかいくらお話ししても足りない気がいたします。トレーナーさんは他に何をして遊ばれたのですか？あ、失礼いたしました。こんな私としたことが。ああ、いつの間にこんなところまで。お話に夢中で気づいておりませんでした。こんなに歩き回ってしまうなんて。みんなに心配をかけないよう控えなければならないのに。ですからいかがでしょうか。明日からこのメニューを基準に組むというのは、まあ今に感謝しなければ。このところは特に調子が良くて、体の熱で動けなくなることもありませんし。そうだ、あの時も今もトレーナーさんはいつだって不思議。なんだか胸が温かい。トレーナーさんは本当に私を。あ、いいえ、何でもありません。ただ今日は楽しかったなと考えておりました。もうあまりからかわないでください。ですが、今日は本当に充実した一日でした。思いがけず知らない自分を知ることができましたし秘密です。もう日も落ちますね。本物の幽霊に会ってしまう前に私たちは帰路につくことにいたしましょうか。トレーナーさん、本日は急なお誘いにお付き合いくださってありがとうございました。